皆様、本日はですね、こちらのレンコンと牛肉、こちらを使って簡単なおかず、レンコンと牛肉生カレー炒め作っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきます。でまずこちらのレンコン、こちらちょっと皮を剥いてあげてください。レンコンの皮を剥いたら、こちら半月切りにしようと思っているので、まず半分にカットして、でこちらを薄くスライスするんですけれども、ちょっと食感も残したいので、わかるかな、これくらいの厚さに半月切りにしていきます。でカットしていったレンコンはこちらお水なんだけど、このお水にお酢を少量キュッと入れて、でこの酢水の中にさらしてあげといてください。でこれでね、レンコンの変色を防げるのと、色がね白いまま綺麗にキープできるので、いい感じに美しく仕上がります。じゃあレンコンカットしたらこんな感じで酢水にねさらしておいて、今回こちら牛バラの切り落としです。で量は今回 600g ほどあるんですけれども、 600g 分の牛バラの切り落としはちょっと軽くだけカットしておきます。1個だと大きいんでね、ただまあ本当もう適当にカットするぐらいでいいよ。でそしたらこちらちょっとね軽く下味に漬け込んで軽く味をつけたいと思います。ただもうこれで包丁を使う作業は終了なので、ここら辺片付けておきます。ではこちらにお醤油、こちら大さじ2杯、みりんも大さじ2、はい、みりんで、お酒も大さじ2、お砂糖、こちら大さじ1杯入れます。今回は三温糖を使っております。ここに隠し味、あごだし、大さじ1もいらないんで小さじ2杯ほど、これね小さじも測れるから小さじ2杯、はい、で軽く味付きの塩コショウ軽くね、はい、入れて、こちら揉み込んでおきます。OK、じゃあもうこれで材料の準備は終了。ではまずね、最初にこちらのレンコン軽く火を通します。でちょっとお酢もね香りが入ってるんで、こちらお水捨てた後軽く水洗いしてください。ではフライパンにごま油、こちら一回し入れて、ちょっと軽く温まるまで待って、ごま油温まったらここにレンコン入れていきます。でレンコンが軽くね透明になるまでこれも火通しちゃいます。レンコンって海外でなんて言うんだろうね、あんのかな。でも発の方があるからあるか。レンコンはまだ馴染みないと思うけど、この牛肉とかの薄切りがまずあんまないんだって。あんまりかないって言ってた。豚の薄切りないって言ってたもんね。コメントであった。なるほどね。俺自分でするしかない、スライサー買うしかないじゃん、業者のような。でレンコンはね、ほんと火通せたら軽くもう透明になってくるので、それが目安ですね。こんな感じでちょっと周りは透明になってくる。まだ中心はねまだちょっと白っぽいんだけど、こんな感じで透明になってくるので、これを目安に火を通してあげてください。ロータスってハスだもんね。ルートがねか。へえ、まんまだね。 OK。 じゃあレンコンが軽く全部色づいたら一旦こちら取り出しておきます。じゃあちょっとレンコン焼いたフライパン油軽く取ってあげて、で牛肉からね結構油が出るんで、もう残ってる油で大丈夫です。じゃあこちらの牛肉入れて炒めていきます。でタレは下にね余ってるタレがもしあれば最後入れてほしいんだけど、今回の量だったら多分ぴったりぐらいになってると思うんで、じゃあこちらの牛肉に火を通していきます。そしたらこちらにちょっとだけニンニクチューブでいいのでを2センチほど入れておきます。
なくてもうん、なくてもいいよ。ただまあちょっとね、やっぱりやみつき度合いをねプラスしたいので、まあ香りが気になる方はなくても大丈夫。ニンニクね。はい、で混ぜときます。でだいぶこんな感じで水分がねお肉が出てきて、さっき下味で揉み込んでたタレとかもねここに出てくるので、結構味付け自体はしっかりしてると思います。でもう78割方火が入ったら、ここで軽く唐辛子ですね、輪切りの唐辛子。辛いのが苦手な方は入れなくてもいいし、ほんの少し一つまみだけで大丈夫です。でもっとピリッとさせたいよって方はもうちょっと入れてもいいし、もう少し早めの段階で入れても大丈夫ですね。そしたら全体にねよく辛みが行き渡ると思うので。はい、でこんな感じで牛肉にしっかり火が入ったら、あとはこの水分を飛ばしつつ炒めたいんだけど、ちょっとここで味見してみて。あ、うまっ。個人的にはもう完璧です。でまあレンコンが今から入ってちょっと水分が出るので、気持ちちょっと濃いめぐらいの仕上がりが今いいですね。でまああと保存させてお弁当とかにも使うっていうんだったら、やっぱ薄味よりは濃い味の方がね保存も効くので、ちょっとしっかりめな味付けにしておいた方がいいと思います。じゃあ水分が軽く減ってきたら、ここにレンコン入れて最後絡めていきます。でね、最後水分もうこれだいぶ飛んだんだけど、ちょっとレンコンからね若干粘り気のある感じのね水分が出てくるので、よりねタレが絡みやすくなると思います。でもうわかるかな、さっきあった水分はほとんど飛んだんで、もうこれで完成なんですけれども、最後仕上げに上からごまとかあと青ネギとかをちょっと盛ってあげれば、より美味しそうにね仕上がると思います。で当日ねすぐ食べてもいいんだけど、このままタッパーとかに入れて冷蔵保存すれば次の日より味が染みると思うので、それでねお弁当のおかずとかにしてもいいと思うので、ぜひぜひ作ってみてください。じゃあこちらでレンコンと牛肉の甘辛炒め完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。じゃあいただきます。いい音。どうレンコンしか取れなかった。もうね求めすぎてた味ずっとこれを食べてたい。じゃあいただきます。わ美味しすぎる。これはマジでもうご飯泥棒だね。これはうわこれさもう分かる、あったかい状態で食べてももちろんうまいんだけど、冷めても美味しいやつだもんね。もう分かる。うまっ。すっごい好きこれ。鳥肌うまっ。いやこれさ今回ご飯も食べてるけどさ、和風のさパスタ系のさ上にのせてもうまくない？うまいと思う。最強だよね。ね久々に牛肉食べたんだけど、うわこの味で炊き込みご飯にしても超うまい。最高なんだけこれは幅広い年代の方に、大好きになってもらえる味だと思う。やばい。最後ちょっとさネギとあとごまも振ってるじゃん、もうごまの香ばしさねめっちゃいいわ。あとねこれね何よりね個人的にいいなと思ったのはね、このレンコンの厚みね、厚すぎず薄すぎずっていうこの食感も残ってるけど食べやすい感じがめちゃくちゃいいです。ちょうど牛肉と馴染んでうまっ。
無言で食べちゃうね。マジで美味しい。完璧だな。ということで本日はですね、炒めるだけでとっても簡単にできる、牛肉とレンコンの甘辛炒め、はいこうちゃんに作っていただいたんですけども、やっぱりねこのねこうちゃんのね味付けがね、このやみつきになる味付けになってるのがすごく個人的におすすめなのと、やっぱ幅広い年代の方に、大好きになっていただける味だと思うんで、ぜひねお弁当とかでもそうなんですけど、おかずにね出していただけたらなと思います。はいまあ、旬のねものを使ったね料理なので、まあね今の時期たくさんそうだね作れると思います。はい、じゃあ以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。